彼は58歳にもなるというのに、地方からわざわざ本社に移動させるような価値がある人間でしょうか。新卒エリートの原川の言葉に、俺の心臓はドキリとした。正直、彼の能力でしたら新卒で十分です。無駄な老害はさっさとクビにするべきです。社長に向かってズバズバと意見を言う原川。俺は絶体絶命のピンチに立たされていた。俺の名前は今井陽一。ある食品メーカーで働いている。今まで地方の支社で働いていたのだが、今年から東京の本社勤務になった。俺は今まで北海道の田舎で暮らしていたから都会は初めてだ。この年での移動に正直不安もあったけれど、妻と東京に暮らしている娘夫婦が後押ししてくれて、東京への引っ越しは予想よりも順調に進んだ。そして今日は東京の本社へ初出勤の日だったのだが、本社に到着し、俺がオフィスに入ると、ずらっと並んだ若者の集団がいた。ピカピカのスーツに身を包んでいる。どうやら今年入社した新入社員たちのようだ。人数は10人くらい。今日は4月1日だから、新入社員にとっては初出勤日。初々しい彼らを見て、俺は自分の若い頃を思い出していた。そのうち本社の役員たちも集まってきて、入社式と移動してきた社員の挨拶となった。北海道から移動してきた今井陽一です。年齢は58歳です。今日から皆さんと同じ部署の部長として就任することになりました。よろしくお願いします。挨拶すると、なぜか数人の新卒からクスクスと笑い声が起こる。それは新卒の中でもひときわ目立つ男性社員とその取り巻きだった。彼の名前は原川。実は彼は今年新卒の中で入社前から有名だった。理由は中心になっている原川が有名な学生 YouTuber だから。学生でありながら SNS での認知度は抜群。しかも出身大学が超難関大学なのだ。まるで絵に描いたような優秀な学生のはずなのだが、このクスクス笑いは何だろう。この時は気にしないようにしたのだが、理由はすぐに分かった。それは俺がトイレに行った時のこと。偶然後から入ってきた彼らが、俺がいるとも知らないでこんなことを言っていたのだ。58歳で北海道の田舎から移動してきたなんて、俺らの部長マジ大丈夫かよ。なあ、あんなオワコンじじいない方が会社のためなんじゃね。前の支社でも管理職をしていたから、部下の育て方などは自分なりにいろいろと方法を知ってはいるが、どうやら今回の相手は一筋縄ではいかなそうだぞ。俺は密かにそう思ったのだった。そして仕事が始まったのだが、問題はすぐに起こり始めた。おい原川くん、この書類誤字脱字だらけだぞ。もう一度作り直してくれないか。提出した書類の間違いを指摘すると、彼はちっと舌打ちして反抗的な態度。その後再提出してきたが、依然として5箇所以上の間違いがあった。彼は超難関大学を卒業しているから優秀には違いないのだろうが、どうも自分の能力を過信し過大評価しているようだった。そしてプライドが高くて、そのことを指摘しても直すことができず、仕事でケアレスミスを連発していた。重要な取引先との連絡を忘れていて相手側を困らせ、俺が謝罪しなければいけない事態になったこともある。スケジュールの見積もりも甘くて周囲を困らせた。見かねた俺が、君にはこの納期では無理があるんじゃないか。時間をかけていいからきちんとしたスケジュールを立てなさい。と口を挟むと、お言葉ですが、底辺の高卒老害に口出しされる筋合いはないんで。高卒老害。あまりの言いぶりに驚いてしまう。聞きましたよ、部長。部長はもともと北海道で農家をしていて、それが廃業したからってうちの会社の工場でバイトを始め社員登用されたって。農業高校しか出ていないんでしょ。
彼は俺の経歴を見下した調子で話した。きっと飲み会で誰かから聞いたんだろう。要するに超難関大卒で優秀な自分が俺のような学歴も経歴もパッとしないおっさんに支持されるのは我慢ならないということらしかった。俺は優秀だからあなたが思ってる半分くらいの技術で仕事をあげられるんです。そんなことを言ってはいつも納期ギリギリにクオリティの低い仕事を提出するようになり、俺は頭を悩ませた。いくら注意しても彼は自分自身の意識や行動を改めることはなく、無能な老害が上司についているせいで自分は評価されない、自分は被害者だなんてことを言っているのだから、正直手をつけられなかった。もう20歳を超えているというのに呆れた話だ。そんなこんなで彼との関係で悩みつつ月日は経ったのだが、ついに彼はとんでもないことをしでかしたのだ。それは我が社が独自でスペシャルデーとして定めている月に1回のイベントの日に起こった。このスペシャルデーは社長を順番に部署に招いて立場や役職などの仕切りを取っ払い、自由に意見できるという日だった。意見の内容は何でもいい。有給を増やしてほしいとか、トイレを新しくしてほしいとか、社員旅行はハワイに行きたいとか、普段なかなか言えないようなことも社長に気軽に相談できる特別な日だった。そして今月はうちの部署が当たっていた。早速オフィスに社長を迎えて部署みんなが集まり、会が始まったのだが、新入社員の俺から一つ意見があります。例の問題社員の原川がニヤニヤしながら手を挙げて意見を言い始めた。まったく何を言い出すつもりなのやら。普段から彼の素行の悪さに悩まされている俺は内心不安だった。彼は俺の方をチラチラ見ている。何かよからぬことを考えているに違いない。君は新入社員の原川くんだね。なんだね。遠慮せずに言ってみなさい。社長が穏やかに聞くと、我が社は積極的にコストカットをするべきだと思います。具体的には役立たずで給料泥棒の老いぼれ社員は即刻追い出すべきだと思います。ああ、また始まった。しかも社長の目の前で。俺のことが気に入らない彼は社長に対しても強く要求するつもりらしかった。もともと彼は YouTube でも歯に衣着せぬ言いざまで人気を博しており、プチ炎上にも慣れているから強気に主張するのは得意なのだ。ずいぶん過激な意見だな。だけど我が社には君の言うような人物はいないだろう。社長がそう言うと彼はさも驚いたように、いますよ、目の前に。そう言って俺のことを指さしたのだった。今井陽一くんが？はい。彼は58歳にもなるというのに、地方からわざわざ本社に移動させるような価値がある人間でしょうか。原川の言葉に俺の心臓はドキリとした。正直彼の能力値でしたら新卒でも十分です。彼はさも肉々しそうに俺のことを睨みつけるとこう言った。だけど君、今井は私の判断で地方から移動させたんだ。諌めるように社長は言うが、でしたらはっきり言います。社長の判断ミスです。即刻この人を会社から追い出してください。優秀な新入社員にとって迷惑でしかありません。田舎者の低学歴の席なんかなくても十分です。彼はズバズバとそう言った。だけど彼の言葉を聞いた社長はしばらく考えた後にこう言ったのだ。おい、君は世界を代表するオリンピック選手を我が社から追い出す気かね。社長の言葉に周りの新卒たちからどよめきが起こる。原川はきょとんとしている。はあ、オリンピック選手？いやいや社長、ご冗談を。確かに我が社にはスポーツチームもありますが、オリンピック選手ってこの人58歳ですよ。こんなおっさんが出られる競技なんてあるわけない。原川は社長が冗談を言っていると思ったらしい。
だけど、おいおい、何を言っているんだ。今井は正真正銘のオリンピック選手だよ。ほら、ここに我が社の今年のカレンダーがある。この最後に載っているこの写真、これは今井くんだ。社長はそう言って壁にかけてあったカレンダーを取った。それは我が社に所属するスポーツ選手の写真を使ったカレンダーだ。社長はカレンダーをペラペラめくると、12月のページに出ている写真をみんなに見えるように掲げた。そこには筋骨隆々とした胴体、美しい足、そして見事なたてがみを持った白馬が写っていた。そしてその上に乗っているのはシルクハットをかぶり清掃した俺の姿だ。馬術選手本物？びっくりしている原川と新卒たち。その様子を見てやっと分かったかという感じで社長が説明する。君の目の前にいる今井選手は世界選手権で金メダルを取ったことがある有名な馬術の選手なんだぞ。ちなみに来年のオリンピックにも出場が内定している。そう、実は俺の実家は北海道の農場。俺はそこで生まれた時から馬と一緒に暮らしていた。3歳の時には親父に抱えられて馬に乗っていたくらいだ。農業高校を卒業した後、実家の農家を継いだのだが、不景気のせいで20代後半には農業を廃業した。俺の住んでいるところは田舎だったため、仕事も限られていたのだが、そこで見つけたのがこの食品メーカーのアルバイトだった。そしてバイトを続けているうちに運よく正社員になれたのだ。そんな紆余曲折のあった人生だけど、俺は生涯にわたって馬に乗ることだけはずっと続けていた。そんな俺にとって転機となったのは40代近くになってからのこと。だんだんと体力も落ちてきて、激しい障害馬術をこの先続けられるだろうかと思っていた時、友人から馬術に転向することを勧められたのだった。馬術というのには種類があって、馬場の中に設置された障害物をジャンプして飛び越え、タイムを競うのが障害馬術。審査員の前で馬の動きの美しさや音楽に合わせて演技するのが馬場術だ。イメージ的には障害馬術は陸上競技のハードル走、馬術はスケートのアイスダンスといったら分かりやすいだろうか。実はこの馬術というのは何歳から始めても長く楽しめるスポーツということで有名で、実際70代でオリンピックに出場した選手もいる。40代で馬術に転向した俺は、その後めきめきと腕を上げ、世界大会にまで出場できるようになってしまったのだ。そして59歳になる来年には、相場のスノーホワイト号とオリンピックに出場することが決まっているのだ。もともと今井は若い頃、アルバイトから社員に登用された時から優秀だったんだ。うちの主力製品であるレトルト食品なんかも、原材料の調達などに関して元農家の今井のアイデアが生かされているんだぞ。社長の言葉にみんなはぎょっとしているようだ。本来だったらもう10年も20年も前に本社勤務させたいと言っていたんだが、彼がどうしても北海道で馬術の練習をしたいと言うから地方に置いておいたんだ。それが来年オリンピック出場も決まったし、娘さんが東京で結婚したということもあって、やっとこちらに来てくれたんだよ。社長は説明した。実は社長は自分で競走馬を所有するほどの馬好きで、馬術をやっている俺の話を聞いてからというもの、長年にわたりずっと応援してくれたのだ。そして今年に入ってからはオリンピックのための練習環境が整うようにと、東京にある自分の懇意の厩舎を紹介してくれたのだった。話す社長の横でこっそり周りの新卒エリートたちを見ると、みんな顔が青くなっている。そりゃそうだろう。無能の底辺おじさんだと思っていたやつが、彼らが想像したこともないような経歴を持っていたのだから。人のことをクビにしろという前に、まずは君自身が我が社で何か活躍したまえ。社長はそう言うと、あっけに取られて黙り込んでいる原川の肩をポンと叩いて笑った。その後、半年ほど経ち、来月から始まるオリンピックのために、会社の中で激励会をしてもらった。頑張ってください。
今井さんの清掃とっても素敵です。絶対テレビで応援します。同僚の社員たちがそう声をかけてくれる。社長も嬉しそうにしている。だけどそんな大勢の社員の中にあの新卒たちの姿はなかった。実はバカにしていた俺が実は社内で一目置かれている社員だったということを知ってからというもの、原川たちは俺に反抗するのをやめた。だけど腹の中ではどうしても納得できなかったらしい。聞いたところによると、原川は小さい頃から自分の育ちの良さ、特に学歴の良さを鼻にかけて、そのことで人にマウントを取ってばかりいたらしい。だから自分が全てで他人を認めることができない身勝手な性格に育ってしまったのだ。そんな彼は自分の学歴でも勝てないものを持っている俺に対抗心を燃やして会社自体を辞めると言い出し、仲間を連れて出て行ってしまったのだ。新卒で入社したけど、正直この会社はもう飽きました。もう学ぶことがないんで辞めます。俺はやっぱり経営者タイプだと思うんですよね。自分で稼ぐから退職します。退職について切り出した時もこんなふてぶてしい態度だった。彼は YouTube 等でいろいろと目立った行動をしていたから、彼の取り巻きをしていた数人の新卒は彼について辞めていった。だから俺のことをバカにしていたエリート新卒たちはもう一人も会社に残っていないのだ。だけど悲惨なのはその後の話だった。原川は俺の目の前でいかにも自分でやっていける感じで話していたが、実際はそううまくはいかなかった。いつも仕事の見積もりが甘かった彼は自分の人生の見積もりも甘かったのだ。彼は会社を辞めて自分で会社を起こし、YouTuber として食っていくつもりだったらしい。だけど数ヶ月もしない間にある女性タレントに手を出したと言って週刊誌にゴシップ記事が載ってしまった。しかも相手は既婚者。そして人に対して頭を下げることができない彼は謝罪などの対応を誤り SNS で大炎上、相当な社会的ダメージを受けてしまった。そのため YouTuber として受けていた広告契約なども全て打ち切りになり、反対に違約金や相手の旦那から慰謝料を請求される事態になってしまったのだ。致命的にイメージが傷ついたため SNS での収入はほぼゼロになったという。最終的には生活できないほどの貧乏になってしまったのだ。すると原川はやけくそになったのか、ヤクザが経営しているという噂のぼったくりバーなどに突入する放送を繰り返し、過激な内容の動画を投稿するようになった。そして最後にはそっち系の人に目をつけられてしまったみたいで、ある時から消息不明になってしまった。おそらく怖いおじさんたちに捕まって山か海にでも連れて行かれたんだろう。原川と一緒に会社を出た新卒の取り巻きたちも炎上事件で当てが外れて食いぶちを失ってしまった。彼らはみんな次の就職にも失敗して今も路頭に迷っているという。悲惨な目にあったあの新卒の中には俺を頼って会社に戻れるようにしてくれと言ってくるやつもいたけれど、こればかりはどうしようもない。俺にはアルバイトでもいいから一から真面目にコツコツと仕事をしなさいとアドバイスすることしかできなかった。だけど本当はそうなのだ。世の中にはすごい人と出会ったり、何かでバズって一発逆転すれば自分の人生が変わると思っている人がいるけど、本当は小さなことを毎日コツコツ続けること、それ以外に自分が成長していく方法なんかないのだ。俺は今日もオリンピックに向けて馬場馬術の練習に励んでいる。馬も自分も調子が良かったり悪かったり、毎日地道にコツコツと心を通わせる日々だ。好きなことをしつつ仕事ができる環境、応援してくれる人々に感謝しながらオリンピックでの活躍を目標に、これからも自分の人生を楽しみたいと思う。